やたかギター。始まりました。あやたかレディオ。こんにちは。クラシックギター高橋彩香です。今日もよろしくお願いします。今日もというか、初めての試みなんですけれども、ちょっとラジオみたいに近況を報告していこうかなと思います。ちょっとゆるい感じになると思いますけれども、初めてなのでよろしく多めに見てください。最近ですね、私の生徒が、ギター音楽大賞というコンクールを受けました。で、中学生の部でですね、金賞を取りました。おめでとうございます。金賞というと1位ということなんですけれども、コンクールはね、出ても出なくても私はどちらでもいいかなと思っている方なんですけれども、出たいということでどんどん彼女はですね出て活躍しております。でも今回いいなと思ったのは、この話をしたかったんですけれども、金賞をいただいたんですけれども、彼女自身はですね当日の演奏に満足しておらず、首をかしげていました。どうだったって聞いたら、そういうところ本当素晴らしいなとね、もう成長する余白しかないと思って余白ね、私も彼女の役に立てるようにですね、レッスンしつつ見守っていきたいなと改めて思いました。で、彼女大きなコンクールに9月にですね挑戦します。そして8月の末の日曜日にですね応援会ということで少人数で、彼女のですね演奏を見る会というのを開こうと思ってますので、また詳細出します。で、同じ日に私は何をしていたかというとですね、音楽教室の大発表会でした。1年に1回のですね大きい発表会ですね。文化小劇場とか使ってやるやつ朝から晩までですね、本当10時から7時ぐらいまでですねやってる大人数の、発表会でございます。で、立派な花が舞台の真ん中に飾られてですね、皆さんドキドキしつつ一人ずつ弾いていくというものですけれども、私の生徒さんは、今回は2人女性陣が、出演いたしました。で、アンプして出れたら出ようねみたいなゆるい感じで言っていまして、で1人の方はですね1曲アンプしました。でもう1人の方はですね、1曲アンプするつもりで練習しておりました。で、1ヶ月前ぐらいにですね楽譜を見るというふうに判断して、当日は楽譜を見ていました。楽譜を見て、発表会に臨むと、いう時はですね、早めに決断して楽譜を見ながら弾く練習をした方がいいんですね。でもなんでアンプで出ようねって私は言ったかというと、全然楽譜見てもいいと思うんですよ、コンサートとかも。でもアンプをしようとすることでですね、細かく練習する、覚えきれてないところは覚えようと練習するので、いつもアンプを前提で発表会の曲を練習して、ちょっと今回きびぜってなってたらあやふやだぜ、あやふやなね弾くよりも絶対楽譜ありで安心して弾いた方がいいと思うので、何のために弾くかっていうことなんですけれども、ね、やっぱ楽しんで弾くのが発表会だとは思うので、楽しめる感じではね、皆さん当日はちょっともう緊張なさっていてあれですけれども、そういう感じで、今回2人
出演いたしました。で、ようやくですねレッスンの方はちょっと落ち着いてきて、救急車来ましたね。来月6月23日はですね、私コンサートがございます。今年は上半期はソロは最後かなという感じですね。ちょっとやりたいことがあるので、少しソロコンサートは上半期はこれで終わりなんですけれども、ですね、名曲コンサートということでですね、クラシックの名曲、エリーゼのためにを弾いたりですね、あとはですね、日本の名曲人生のメリーゴーランド。人生のメリーゴーランドはですね、村治佳織さん編というかの運指の楽譜を使っておりまして、これがもう対曲並みの難しさというでもおしゃれなんですよ。すごいね、いい感じに聞こえるんですけど、で村治さんの運指つけた楽譜を私初めて購入したんですよ。で運指結構変わった運指使うなと、それぞれ違いますから参考になりますね。指柔らかいんだろうなって思う運指とかありました。あとはクラシックギターの名曲、ラグリマとか月光とかですね。月光は佐藤弘和さんの月光のオマージュも続けて弾いたりですね。あとは私の中で名曲っていうくくり、何のくくりじゃって感じですけど、名曲三昧コンサートというのをやりますので、名古屋ですね、お近くの方は、遠くても来ていただいたら話しかけていただいて、一番遠かった人はなんかね、特典がないですよあるかもしれませんね。で来月すごいちょっと第1回目だからめちゃくちゃ喋ってますけども、全然喋らなくなるかもしれないですね。なるべく続けたいと思っておりますけれども、来月からはですね、私ギターマンドリン部の音楽顧問をしておりまして、7月末に全国大会があります。高校生のですね、うちの部活は中学校から入ってるんですけど、今ですね、この間新入部員が入部しまして結構入ったんですよ。だから今90人近くいるかな。でも中学校1年生新入生は全国大会には出ないので、60何人から絞ってオーディションしたんですね。オーディションもこれもまた大変で、私その日レッスンがあったので、普通に9時から12時までですね、65人ぐらいですかね、34人ずつ違う楽器がありますので見て50人に絞るという感じで、採点方法はきっちり決めていて、で私がですね4項目、音質とか5項目かな、音質、音量、技術、表現、リズムっていう採点をしていって、でもう一個はですねその他っていう枠はパートリーダーが日頃の態度とかその子の姿勢とかを採点するんですけど、これがですね年によって代によってうちの最高学年高校2年生なんですけど厳しさが違って、去年は結構厳しい採点厳しいなって思ったんですけど、今年は結構みんな甘めでしたね。で50人に絞って49だったかなでみんなで、全国大会へ向けてですね、今テスト中なんですね、学生たち。だから来月からはですねもうかなり学校に行くんですけれども、コンサートと全国大会に向けての練習と、あと去年からですね合宿も再開しまして、部活のですね、ちょっとやっぱ新型のあれの関係でそういうのはしばらくなかったんですけれども、
でまだ日数は短いんですけどね、8月に大会が終わったら、合宿があります。でその合宿までにですね、私編曲しなきゃいけなくって、はい、定期演奏会を3月に1年の締めくくりでですねいつもやるんですけれども、その1234ステージに大体分かれていて、その1ステージがクラシックの商品を、しています。でクラシックの商品の編曲を私がギターマンドリン用にですねいつも編曲しているんですけれども、それを1曲はですね合宿までには絶対に編曲しないといけないということでございまして、喋ってる場合じゃないんですけどね、こんなにね早く編曲しろよみたいな声が生徒たちの心の声が聞こえてきますけれども、しております。着実にギターの練習もそうなんですけれど、私やっぱり集中力ってそんな続かないと思うんですね。だから毎日コツコツこまめにやるっていうのが私には合っていて、毎日4時間もできないんですね、編曲ってね。1時間半90分ね、レム睡眠みたいな90分のサイクルってすごいなと思うんですけど、ギターもね私90分が結構限界で、もう全然違うことしてまた後半90分やるって感じなんですね。だから90分90分だから180分3時間くらいやったらいい方なんですけれどもこんなこと言っていいのだろうか。でもかなり集中してますよ、多分その90分は。してない日もありますけどね、もちろんね。今日とか天気悪いからなんかしけっててネチャネチャしてちょっともうやめようかなみたいなでラジオとかやっちゃったりしてね、こうやって。そんな日もありますね。だから編曲も90分で、最初目がパソコンで全部打ち込んでるんですけど、目が疲れてくるのと、あとなんか適当になってくるのが自分でわかるんですね。この輪をこれでいいかとか、いかんいかん、これでいいかってなったらもう一回やめよう、明日にしようみたいな感じで、だからねコツコツ時間がかかるので慎重にやっております。だから8月まで結構忙しいですね。皆さんに比べては全然忙しくないとは思うんですけれども、そんな中YouTube のですね動画も撮っていて、今日撮ったんですよ。ちょうど今フリア・フロリダをですね、これコンサートでも弾きますけれども、また左手がゆっくり見えるようにっていう動画を作りました。解説もしています。バリオスの曲はですね、指がね左手が結構届かないゼーとか難しいゼーとかありますね。でコンサートで弾く曲をざーっとこれから左手が見えるようにのシリーズを上げていこうと思いますけれども、リクエストがあったら何か、やるかどうかわかんないんですけれどね、やっぱり解説できるようになるまでね弾き慣れないといけないっていうのがありますしね。で私覚えてるんですよ、一応。あれやってって書いてあったなとか、なんか言われたなとか、なんか質問来てたなっていうのはもう絶対頭の片隅にはあって、でさっきエリーゼのために弾くって言ってたじゃないですか。でそれはですねギターマンドリンの時にエリーゼのためをギターマンドリンに編曲したんですよ。その時に、ギターで弾くところを作って、ティラリラリラリララのとこですね、それをパッと弾いて YouTube じゃないな、インスタグラムに載せたら、なんか外国の方にエリーゼのために弾いて、僕のために弾いてみたいなコメント来て、僕のためにちょっとね翻訳わかんないんで私のためにフォーミーみたいな感じで弾いてってコメントが来てて、 OK みたいな。 OK は言ってないかも。
しれない覚えておくみたいな感じで返したのかわかんないですけど、で1年半か2年後ぐらいに私今エリーゼのためやってますね。そういうペースでございます遅いでございます。でも覚えております。ちょっといつになるかわかんないですけどね、やると思いますので、もし左手気になるよっていう曲があればコメントしていただけたらいいなと思います。初回はこんな感じでどうでしょうか。めちゃくちゃ喋った気分でいましたけど、15分ぐらいですね。早口ですかね。もうちょっとゆっくり喋った方がいいのかな。どうなんだろう曲のですね解説とかもラジオの中でできたらなと。解説っていうか解説動画はいろいろあると思うので、私はこの曲は解説動画って指とか、まあこういう風に技術的に弾くといいですよっていうなんかオールマイティーなこと反論っていうかね、なんていうか曲の解釈とかはまたって思う人もいるじゃないですか。僕はそう思わないみたいな。だからその曲の解釈をここで例えばラグリマとかね、ここの部分はこういう風に弾いてます、こういう感じで弾いてますっていうのをまた喋っていけたらいいなと思っております。それではあやたかレディオ、そうだ、このねあやたかちゃんを作ったんですよ、キャラクター。可愛いですかこれ。なんか似てないかもしれないんですけど、似てるとこといったら髪型だけなんですけどあやたかちゃんをですねぜひよろしくお願いします。はい、ではあやたかレディオ第1回目ご視聴じゃないよねこれねなんて言えばいいの、ご拝聴か。ありがとうございました。ではさよなら。